今回の産業まとめ。低有効性に反論。回数増やす、混ぜる、様々な対策。ファイザーは 29% という情報。中国疾病管理予防センターの所長が、中国の新型コロナウイルスワクチンの研究開発で、有効率が低いと認めたと報じられました。これに対して所長は、これは完全な誤報として反論しています。中国シノファームの新型コロナウイルスワクチンは国によって大きくばらつきがあるようです。中国国内では 79.34% と発表されました。しかしこれを裏付ける詳細なデータは発表されていません。ブラジルで行われた臨床試験では 50.4% と低い有効率を示す一方で、トルコでは 83.5% に達したとしています。インドネシアでの臨床試験では 65% だと報じられています。反論では、ワクチンの有効性に関する WHO の要件は 50% 以上で、世界のほとんどの国の適格ラインは 70% 以上だと主張しています。どのワクチンも有効率が高かったり低くなったりすることがあり、世界中が直面している問題だとしています。所長は問題自体を認めていて、接種回数や間隔などを調整し、異なる種類のワクチンの接種も検討すると話しました。ファイザーとモデルナのメッセンジャー RNA ワクチンは有効率 90% 以上とされていて、その差は明らかです。中国ではファイザーワクチンの有効率が 29% しかないというフェイクニュースも流れました。編集所感。今回の概要。明らかに低効果。今一つな言い訳。ワクチン外交の打開策は、欧米諸国からは怪しいワクチンのレッテルを貼られている中国のワクチン。しかし水よりはマシということも明らかなようです。先日チリ大学では1回の接種では 27.7% 程度の有効性しかないと発表され、中国に衝撃を与えました。これはコロナバックの方ですね。それでも2回接種すれば 56.5% まで上昇したそうです。どうやら期待外れなようで。結果としてはブラジルの臨床試験とほぼ同じ数字になりましたね。この地域では中国ワクチンの効果はこの程度ということのようです。中国はこれに対して十分なデータも公開されず、論文にもなっていない数字と一蹴しましたが、データ開示しないのは中国も同じだけど、今回の中国ワクチンの有効性が低いという報道は若干センセーショナルな感じで報道されたこともあって、中国当局はすぐに反論しました。ワクチン関連では積極的に自慢していますが、こういう低評価が出てきてもこれまでは比較的静かでしたよね。ワクチン外交への影響が大きいと判断したのでしょうか。今回はお偉いさんが出てきて、ちょっと不十分な言い訳を展開しました。いずれにせよ欧米競合他社と比較して劣るということは明らかになりましたし、中国のものはメッセンジャー RNA ほどではないとも認めました。挙句の果てには開発期間が短かったのによくやっている方だと開き直っています。中国はあれほど偉そうに色々騒いでいますが、国内の接種回数はまだ1億6000万回程度。人数が多いこともあってパーセンテージは低い方です。集団免疫を得るには10億人以上が接種を完了させる必要があるという報道も出ていますね。中国ワクチンだと20億回でも足りないかもしれませんが、それでも年内に30億回分を生産するんですって。効果は高くないかもだけど。そもそも今回の中国ワクチンの有効性が低いという報道は、中国ではほんのひっそりとしか出ていません。あまりに都合が悪いからね。お隣の友好国であるはずの韓国ですらそっぽを向いていますから、信頼度はそのくらいです。先進国のワクチンを購入できない途上国が、とりあえず手に入ると言って中国製にこぞって手を伸ばしています。でもまともな実験をすると今一つ振るわない。トルコの異常な有効率も、人種的な特徴で出た数字なのか、ワクチン確保のための操作があったのか、疑いたくもなってしまいます。中国当局は、とりあえず回数を3回に増やせばなんとかなるとか、2種類受ければ効果が上がるかもといった手前味噌な対策を提案しました。ただ中国では今のところ別のワクチンを接種することは推奨されていないようです。こういう取り繕いのいい加減な発言が信用を失うんだってば。ワクチン外交は中国にとっては切り札の一つで、
一帯一路での莫大な額の貸し付けで関係がギクシャクしている国への関係修復の材料でもあります。時として牙を剥くフィリピンやインドネシアも、ワクチンのこととなればホイホイと頭を下げてきます。でも正直なところ、ワクチンは中国政府が胸を張れるほどのものでもないというのも明らかなようで、歯切れがちょっと悪いですね。とはいえ最初から効果の問題よりも、世界に幅広く供給することも大きな目的の一つで、振るわないデータが明らかになりながらもこちらは進んでいます。こうしてドタバタしてる間にも、シノファームはスパイクタンパク質を使った組み換えワクチンを開発して臨床試験の承認を得たそうです。他国に追い落とされる前に、大急ぎで次のワクチンを開発しているようですね。日本ではワクチン確保の問題も遅れて接種自体が進んでいませんが、効果の高い国産ワクチンが承認されるのを待ちわびるばかりですね。念のため聞くけど、日本には中国ワクチン入ってこないよね。今の日本政府の雰囲気だと、眼中にもないようだね。国内で臨床試験するのも面倒なんじゃないかな。ってことは、私が打つかもしれないワクチンは中国のじゃないってことだよね。そういうことになるだろうね。ああよかった。中国ワクチンだとなんか損した気分になるよね。きっと。それはあるね。これでも接種したことになりますかって問い合わせたくなるよ。ワクチンの副作用とかどうなんだろうね。ニュースでも色々言っているみたいだけど。個人的な感想としては、思ったより多くないし、効果もどうやら高いみたいだね。でもああやって報道されると怖くなるよね。メディアも 99% 以上の何も問題ないを報道してもお金にならないからね。ただ、明確でわかりやすいデータをきちんと提示してほしいよね。ほら、テレビとかだとカーってなる人とかいるしね。それでワイドショーを見ている人たちが勘違いを起こすから怖いよね。ゆるりんはワクチン拒否しないでしょ？そうだね。順番が来れば接種すると思う。特にこぞって急ごうとかは思わないけど。そうなんだ。じゃあ私も。相変わらず主体性ないね。違うよ。ゆるりんが接種して安全だったら私もってこと。人柱、家族とかが先に接種するでしょ？うちはまだ高齢者じゃないから先かどうかわかんない。そういうことか。高齢者の後はどうなるんだろうね。私が知ってると思う？思わない。この前 NHKBS で超能力のドキュメンタリーやってたんだけどね。途中まで見たんだ。ちょっと待って。途中までのを話題にするの？そうだよ。ゆるりんは超能力って信じる？トリックでやってる人もいるらしいけど、一応信じてる。だからね、どこかに頭をぶつけるたびに、超能力が使えるようになってないかスプーン曲げを毎回試してるよ。何それ？笑えるんだけど。で、どうなの？今のところは全然。それそうでしょ。ところでね、私の地元の同級生で今も仲良い子がいるんだけどね、霊感が強すぎて大変なの。何でも見えちゃうって人、私の周りには全くいないんだけど。一緒にショッピングセンターとか行くとね、白雪ちゃん、ここはやばい、霊がうようよしている。ほら見てって両手を出すの。両手？その子ね、霊が近寄ってくるとピアノ弾くみたいに手の指全部がピロピロって動くんだよね。それ本当？リウマチの一種とかじゃなくって？高校の時からその子と仲良しだから私は慣れちゃってて、はいはい。また霊が来たのねって感じだけどね。でもその子の運転する車に乗せてもらってる時はちょっとだけ危ないよ。霊が来るとハンドル握りながら勝手に指が動いてるから。それで事故ったりしないの？事故を起こす感じではないんだけど、霊がいるからって遠回りして目的地に行ったりするから面倒なんだよね。私は霊感は全然ないけどね。霊感ある人のことは信じてるよ。でも霊感強いとなんか忙しそうだなって思う。あれ、超能力の話はどこに行ったの？超能力の番組を見て、その霊感の子を思い出したってだけ。そうなんだ。無駄に恥ずかしいエピソードを披露したよ。じゃあゆるりんは UFO とか宇宙人は信じる？見たって言う人がいるからそうなんじゃないかなって思うけど。
それだけ。うん、もう終わり。